今回は、美浜駅からのスタートとなっております。実は自転車でレンタサイクルここで借りて行ってる画像があるんですけども、どうもなんか風があったりブレがあったりなんか不安だったので、予備で車バージョンも撮っておこうと思っております。よろしくお願いします。この美浜駅にはレンタルサイクルが置いてありまして、で電動アシスト自転車など一応ママチャリとかもあるんですけどもありましてね。で僕が借りたのは、電動自転車のママチャリバージョンで、4時間800円となっておりました。それを乗って一周しております。そちらの模様を見ていただければと思います。蛭ヶ湖の方へ向かいます。蛭ヶ湖を一周してまいります。右に見えるのは日本海ですね。だから日本海と湖のほんと境目なんですね。右に漁港かな、漁港だね、ありますね。そしてこの特徴的な橋を渡ります。これがこれも後でまたお教えしますけど、この船が通るためにせり上がってるんですよね、これね。そしてここの左から参ります。ここからが、蛭ヶ湖のなんともすごく僕はここ好きなんですよね、めちゃくちゃ。さっき自転車で通ったんで分かってますけども、なんとももうのどかというかすごいいい雰囲気なんですよ。僕なんかすごいここ好きなんですよね、この雰囲気。なんでしょうね。でも漁は終わってるんでしょうけど、さっきの自転車で通った時なんかもなんか皆さん魚持ってんだけど、その魚なんだろうね、ハマチかなんかなでけえのなんのも50センチ以上がようなやつをみんな持ってるんですよ。なんか一様に魚持ってる人はこういうでかいのしかないっていうか、あれがすごいなと思って。で漁港なんですけど、で湖ですけども海水の湖なんでしょうかね。ちょっと詳しくまたテロップ出しますけども、だから左にある漁船っていうのは基本これは海のものを、海の生物を魚を取る漁師さんじゃなかろうかなと思うんですよ。分からんけどね。だって持ってる魚がその海の魚だったんで、なんかハマチとみたいな、ハマチかなんか何かわからんですけど、そういった魚に見えたんですよ。今もいないかな、そういうの。今全然見てないですからね。ここはいないな、残念ながら。さっきああいう漁師さんがもう手に持ってたんですよ。でも本当いいとこだと思うんですよね。なんかすごくのどかで、対岸もその漁師の町って感じですよね。でまたこのなんだ狭いってまあまあ狭い道なんですけど、その中でこの左に船が点在して、でイカダもあるのかな、これイケスかなんか知らんけどイカダかありまして、そんなに大きい湖じゃないんですけど、なんか湖なのにこの海の雰囲気っていうのがなんというか面白い風情ある姿だと思うんですよね。うわ、魚やっぱあった今自転車のリアの荷台に魚組みつけてありましたあんな初めて見た俺。でここ左にあるのが、左にあるのは海上釣り堀フィッシングレインボーさん。さっきめっちゃ人いたんですよ。山の上にいたんですけど、
なんだろう、もう時間的にもう昼過ぎると終わりなんですかね。人っ子一人いなくなっちゃいました。もう時間、営業は終了なんだな。まあその様子こちらの画像で見てもらえれば。まあなんちゅうか、ここの道というか湖とこの2つの相乗効果、めちゃめちゃいいんですよね。なんか風情がありまして、この景色とてもいいですね。その先日出した動画の水月湖とか、あちらの大きいね三方湖とか、ああいうとことまた雰囲気がまた全く違って、なんかすごい味があるというか、まあ、あっちはあっちでもう僕は好きなんですよ。なんかその大きい湖でその奥琵琶湖的ななんか雄大さを感じ取れるんですけどね。でここも釣り堀ですけど、さっきも言いましたけども、また人がいなくなりました。もう昼過ぎになるとここあれなんですかね、もう営業終了っていうか、もう時間的にもう終わりなんですかね。この方々は皆さん変えられる感じですよね。まあその周囲は狭いんですけど、ここはそのなんやろ、活気があるというか、なんちゅうんか、この漁師町っていうその雰囲気となんかいい、まあね、農村でいう牧歌的なの湖バージョンみたいな感じなんですね。なんかとても雰囲気がよろしいです。だからその三方五湖と一括りに言っても、一つ一つのその湖の性質も違うように、キャラクター、景色とかも全然違うんですよね。で僕はこの蛭ヶ湖ってなんか好きですね。なんだろう、すごい味があります。そして、湖キワキワを走りたいんですけど、この左側の湖岸は、歩いてくぐらいしか無理なところですかね。ですのでここは自転車でも行っておりませんので、一旦湖から離れます。ここから先ほどの湖キワキワ走れんかったところの反対側ですね。なんということやろうね。本当しびれるんですよ、ここ。本当にこのキャラクターがそれぞれ違って面白い。だからこの三方五湖をまあ一括りに五湖市っていう感じで回るサイクリングロードでもありましたけども、そのこう細かく詳しくこう本当の湖岸を走っていくと、もうこのキャラクターがそれぞれ違って全部面白いんですよね。本当にここなんてなんかほら、なんか何やろこれ、なんていうのこれ、防波堤じゃないよ、この鳩場というんかこの中を走ってってる感じじゃないですか。まあ右に旧道的なものはあるみたいですけども、これが一応メインストリートには今はなってるんだと思うんですね。すごいよなマジで。いやここはなんかそのまあなんつうか、まあごちゃごちゃったら悪いですけど、言い方悪いですけど、こういう雰囲気もいいなって僕は思いますよ。なんていうの、自然豊かなそこもいいですけど、なんかこういうなんか混沌としたっていうのも言い方変かもしれないんですけど、いろんな情報量が多くて、で湖は綺麗ですしね。
そういうなんか雰囲気が僕は大好きでした。そしてここにこの橋があります。自転車バージョンの画像を見てもらうと船が通ってるところが見れます。ということで、日向湖を一周してまいりました。そしてこの後は、久久子湖の方へ行こうと思います。